せーの、オープン。あ、ほら、ちょいしみ。これ。っていうの、音と、こっちに伝わる振動。はい。それでは今日はこれです。メロン。特に何でもないのになぜそういう風にするかというと、このメロン、すっげえいいメロン。大きくていいメロンなんだけど、ほら。これね、音がね、硬くて、音だけじゃわかんないか。こっちにちょっと振動が伝わる。もいでまだ2日ぐらいしか経ってないんだけど、もしかしたら発酵してるんじゃないかなっていうのがあって、今回これ叩いて今出荷してるやつで、その恐れがあるものをちょっと厳選してきました。一番確率が高いのがこれで、これみたいな感じで、発酵っていうのはネットが、この栽培してる間にネットがこう出てきて、ある程度ネットが出終わった時、決まりかけたら、もうどんどん温度とかをかけて一気に玉をほぐしていかないと発酵する恐れがあるので、よく緩めてこう二次肥大を測るっていうことがある。よく僕の栽培動画の中で言ってるんですよ。一応なんかここいらにその動画貼っときます。見てみてください。で、今回は一生懸命途中で緩めたんだよね。緩めるのは温度を午前中、朝方の温度、蒸し込みちょっと蒸し込んで、水を少なくして緩めていく。水がずっと効いてると緩んでいかないんで、水を少し減らしつつも室内の湿度を高めることで緩めることができる。で、勝手にもちろん緩んでいく時はあるんだけど、春とか樹勢がしっかりしたりとか、温度がちょうどいい朝方、ちょっと十数度で寒くて、で昼はすごくちゃんとに温度が上がって太陽が降り注ぐっていう時になると、意識して緩めてあげないと緩まなくなるんですね。で、一生懸命緩めてたんだけど緩めきれなかった結果が多分これなんだと思います。でね、それがひどくなる、もうカンカンでどうしようもないと劣化が来る。ただ劣化は来てない。うちのメロン劣化は来てないです。ただワンチャン発酵とかメロン業界ではシミるとかって言うんですけど、なのでちょっと本当にそうなのか切ってみようと思います。さあどうでしょう。一応糖度も測定する。いきます。染みてねえといいけどな。音がね不安だったのよ。いきますよ。せーの、オープン。あ、ほら、ちょいしみ。これが発酵です。やっぱり音でわかるな。一応ちょっと糖度を測ってみよう。こっちがお尻だからこっちが頭。果実の色は非常にいいんだけどね、黄色くて。でもこの透明部分が入ると良くない。で、これまだ追熟してないのにこうなってきているから、これはダメなんです。16度。糖度的にはもう申し分ない。これがしみるってやつだよ。しみるっていうか発酵ってやつですよ。糖分が溜まりすぎてつうか、もうアルコールに近くなっていってしまうっていうことだね。これはね、もいでからだったら進まないから、もうちょっと早くもぐべきだったのかもしれない。だいたい57日でもいだのかな。52、3日でもげば糖度はそこまで高くならないけど、こうなるリスクはもうちょっと軽減されたでしょうっていうことですね。いい果肉ですけど、
いただきます。うん。うまい。うまいはうまいんだけど、メロン特有のピリっていう感じがこの程度だからまだそこまでビリビリとは来ないけど、ちょっとピリッという感じがする。これがでひどくなるとセメダインの匂いがしてくる。まあアルコールに近くなるからね。もったいないことをした。いいメロンなのに。でも合ってたな。これはどうでしょう。どっちかっつうとこっちの方が怪しい。これもいきましょう。せーのでいくよ。せーのでオープン。おー、やっぱり来てる。これだよな。これが怖いんだよ。もうちょっと早くもぐべきだったか。うまいんだけどね、ピリッときちゃうんだよね。微妙に。これがもうちょっと進むと全部この透明なやつになるともうピリピリっときますよね。これも16度。糖度的にはいいんだけど、ちょっと欲張ったのと、やっぱりあの時期に緩ませきれなかった。これはダメですね。もうだから今回の出荷はこうカン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 叩くのが、叩いてこれはまだいい。こっちよりはいい。今回はね、一番やばそうなのあれしたから。じゃあもう一個いきます。これがこの中では一番大丈夫そうな音っていうの、音とこっちに伝わる振動、叩いた時にここがこう水近くなってきている分固体から液体に変わる感じがするので、叩くと音ももちろんだけど、こっちの手に水の水分みたいな振動が伝わる。その感覚でだいたい見極められる。いきます。せーのでオープン。ほらちょっと俺すごくね、このリスクというか、叩いてここはこうひどい順番に最初の順番でいくとこうだよね。これが一番リスクがあって、次これで最終的にはこれだっつったら、これはもう全然大丈夫です。これは上出来。これはね、多分あれのさっき言ったピリピリはないはず。ちょっと風が今日すごいな。いきましょう。せーの。わお来てんね。意外。いやでもね、自分でここまでメロンもったいないからさ、そんなにさ完璧にカンカンはやるんだけど、こうやって検証することはなかなかなかったんで、意外と僕の手しっかりしてる。いただきます。うまい。これはうまい。全然ピリッとも来なくて、濃厚な甘み、そして追熟に耐えられる。これはほんのりピリッとくる。でこれはまあピリッとくる。まあでも食えないことはない。うまいけどピリがくる。ここまでいったらもうダメ。
本当にダメ。これも良くない。これだったら大丈夫。すごい濃厚な甘みがする。てな感じで、こんなことにならないようにネットが来る時はある程度固めでネットを出さないと大荒れしたりするので、ある程度固めでいって、ネットが回ったらもうどんどんしっかりと緩めてあげるっていうことが大事で、肥大緩んだら肥大する、劣化のリスクもなくなる、発酵もなくなる。そのまんま硬いまま行ってしまうとこういうことになるっていう検証ですね、今回は。はい、それでは10分ぐらいかかっちゃった。意外と音と振動で中身の状態がわかるんじゃないかなっていう検証動画でした。メロンはしっかりとネットが決まる頃に第一ネットが決まる頃になったらどんどんしっかりと緩めていかなきゃいけないっていう動画です。はい、皆さんがもしメロンを食べた時にそういうことがあったとか、いろいろ食味の感想とかがあれば是非コメント欄でコメントをください。もしよかったらグッドボタンをください。チャンネル登録いただけるともっと嬉しいです。それではありがとうございました。